はい、どうもー、こんにちは。皆さん元気ですか？オーナーの皆様、アッキーです。イエーイ。じゃあ、今日は12月のお茶でお届けしたこちらですね、大福茶の、入れ方を代表の北の方から紹介したいと思います。で、今日はですね、ちょっと特別ゲストがおられるので。ゲスト？はい。聞いてないよ聞いてないよ。誰なん？そんなゲストいるの？呼びたいと思います。めちゃくちゃ早速ですね。はい、じゃあ、佐藤さんです。佐藤さん。謎の人物佐藤さん。佐藤さん、説明をいいですか？どうぞ。はい、佐藤さん、はい、どうぞ。佐藤さんはですね、福島から、お茶の仕事でわずかの方にちょっと来てもらってます。で、いつ帰られるんでしたっけ？もうすぐです。あ、すぐですか。もうすぐ。2、3日。2、3日で。2、3日で。じゃあ帰られる前にちょっともちろん茶畑オーナーさんでもあるので、今回はその大福茶の入れ方を、代表の北の方から教えてもらいたいと思います。ではどうぞ早速はい、お願いします。はい、では、大福茶っていうのはもともとなんか京都から発祥したみたいで、なんか京都の東山にある六波羅蜜寺っていうお寺が、有名なお寺がありまして、知ってあります？六波羅蜜寺っていうのがあるんですけど、歴史でなかったかな。関西だけなんかね、わかんないですね。その六波羅蜜寺の空也上人っていう空也上人っていう人が、知ってます？名前がすごい。そうそう、空也上人がその1000年前になんか疫病が流行ったみたいなんですよね。でその疫病をその鎮静化するために、その空也上人はこの、大福茶っていうのをその疫病にかかった方に飲んでもらったら、それが治ったっていうんですかね、収まっていったという伝説のお茶なんですよ。これがですね、まあ今その現在ね、コロナも蔓延しているところでございまして、まあその疫病ですよね。その疫病をこう抑えていくのに、なんかこう大福茶なんていうのね、これ毎年こう縁起物でこの正月に結構飲んでるんですけど、関西ではね。どうぞ。はい。このお茶、まあお茶で、これは風の煎茶になってまして、うちで採れたカプセル在来の品種が在来なんですけど、在来っていう、昔ながらの品種在来をちょっとかぶせて2週間かぶせて取った風っていうものの茶葉を入れましょう。これでちょっとね、こう茶葉の香りが立って、5g ですね。はい、これ 5g ですよ。お湯を急須に入れちゃいます。全部入れちゃいます。じゃーん。はい、こう入れて出してる間にこちらのセッティングをしたいと思います。セッティングがあります。はい、お茶と結び昆布ですね。結び昆布とこれ8個ですね。はい、8個と梅干しもこれも8個入ってます。8粒入ってます。そしてこれがなんと今かなり高騰しております金でございます。金、ゴールドが入っております。結び昆布を1つずつコップに入れます。はい、入れましたね。そしてこの梅干しに1つずつ入れちゃいます。じゃんじゃんじゃーん、こんな感じですね。入れて、そこにこの先ほどこう入れた急須に入れたお茶を注ぎます。これも少しずつね入れていきましょう。回し継ぎってやつですね。じゃあ最後にお楽しみのゴールドを、これをなんです、これいきましょう。そのままこう持って滑らせたらどうですかね。こんな感じですかね。滑らしていったらいいかも。そう。ああ、いいですね。傾きいいですね。ああ、そう3人前入りましたんで、こう金箔を浮かべてもらって
大福茶の完成でーす。イエーイ。特別なやっぱ今の時代、特にまだねコロナ流行ってるんで、それをこう収めていくっていうのもね、今の時代また蘇ってきた大福茶、これを飲むことによってね収まっていったらいいななんて。年に1回っていう意味なんですか、それは。そうなんですよ。年に1回お正月に飲んで、その年1年を健康に疫病を退散するために飲んでたんですよね、昔から。けど今年は特にこう意味を、持って、これが大事になってくるんじゃないかなって思うんですけどね。ほうじ茶を使ったほうじ茶そばをお送りしています。でこちらも新しいおそばになるので、今から試食してもらいたいと思います。いただきます。さあ、新開発のほうじ茶そばでございます。ほうじ茶の香りがはい、わーっと広がりますね。わーっとくる。わーっときますよ。かかってきた。おお、すごいですね。僕もじゃあほうじ茶感がほうじ茶感がある。梅雨に負けてないですお、ね。なるほど。皆さん聞きましたか？こう梅雨にも負けないこのほうじ茶感。これが今回の売りですよね。まあ年内に届いてるんですよ。2020年に届いてるんで、まあその2020年がこうね無事に終わってはないんですけど、いろいろありましたけどね。いろいろあったのをまあそれはそれとして、また来年2021年に向けて、年を越していただくということで、この新しいほうじ茶そばでぜひとも皆さんに年を越していただきましょう。これと大福茶。大福茶、その越した後は大福茶でさらにいい年にする。はい、ということで皆さん、年末年始忙しいと思いますけども、とりあえず年末はこの年越しそばを皆さんにいただいて皆さんにハッピーになりましょう。イエーイ。それじゃあまたねありがとうございます。皆さんさようなら。ありがとう。イエーイ。